街の明かりはついな星屑で流れてゆくクリスタライいつか出会える愛があるならば悲しむことないね山岡史郎27歳。この東西新聞社きってのぐうたら社員があろうことか究極のメニュー作りの担当者に私ともども選ばれてしまったんです。私がしっかりしなければ。ファイト！野菜の鮮度。待ってください、山岡さん。早くしないと置いてくぞ。でも本当のこと言うと私心配で山岡さんは高名な陶芸家で画家、そして美食クラブを主催する食味評論家貝原雄山の息子さんだけあって、食べ物については鋭い感覚の持ち主なんですが、天ぷらは人間の五感のすべてを駆使する極めて高等な技術だ。目も大事だが耳はもっと大事だ。腕のいい職人は天ぷらのその音の変化でちょうど良い上がり頃を判断しているのだ。無意識のうちにな。料理は人間が作るものだ。どの職人がうまいものを作るか、作ってみるまでわからんものが究極のメニューだと逃げるのかしろ雄山に負けて山岡さん本気で究極のメニューに取り組む気になったんですが、ニュー銀座デパート、あれですね。ああ、流通業界のキングと呼ばれる板山修司が新しく建てたデパートだ。食文化が盛んになってきたのを敏感に捉えて、食品部門を特に充実させたという前評判が高いんだ。行こう。はい。今日はその究極のメニューの初めての取材。山岡さんもやる気満々。私も負けるものか。貸してください。ということでありまして、我がニュー銀座デパートの最大の売り物は食品売り場と食堂街であります。特に地下1階と地下2階の食品売り場は東は築地市場、西は京都の錦に負けない市場であると自負しております。とくとご覧ください。野菜から肉魚まで何もかも新鮮そのものじゃないか。本当に築地顔負けの品揃えだわ。
裸一貫から出発した業界の一匹狼が何のかんの言われながらも銀座の一等地に店を構えるまでになったんだ。板山社長も得意満面ってわけだ。ご覧の通り栄商流通グループの総力を挙げて日本中から生鮮食品を集めました。しかも低価格、美味しいものは全て揃っております。生鮮食品の生命は文字通りいかに新鮮であるかということです。私どもは特に新鮮さの維持に心を砕き、お客様の食生活のグルメ志向にマッチした食品を提供していきたいと思っております。山岡さん、見てくれだけか。山岡さん聞こえるわよ。こりゃすごい。いかがですか。この10階はグルメストリートと名付け、日本中の有名レストラン料理店に出店してもらいました。山岡さん、また何かやりだす気じゃ。日本橋のツール道路に西麻布のシャノールといや、日本のフランスレストランには一二を争う名店だぜ。寿司のジンベエやステーキハウスのムッソーまで何しろすげえやこれだけ一流の店ばかりを揃えたのは当店が初めてです。さて今日は取材の一環として報道関係の皆様にどの店でもお好きなだけどんどん召し上がっていただきたいと思います。帰ろう。他の記者連中はともかく俺たちが取材する価値はないよ。でもどれもこれも名店ばかりです。せっかくだからごちそうになって。ねえ、君は何だ。このニュー銀座デパートにケチをつけに来たのか。食べもしないうちから取材の価値がないなどと。メニューを見たら本店と値段が変わらないようなので。もちろんだ。どの店も本店と同じ値段にしてもらっておる。だってお宅はどの店からも出店料を取るんでしょ。当然だろう。こんな一等地に店を出させてやるんだから。出店権利金、店内設備費、それに加えて売上の何%かをデパートに取られるから本店より経費は余計にかかる。それなのに本店と同じ値段で料理を出すとなると無理にでも材料費を削るしかない。そうか、材料費を削ったら味が落ちるわ。そして新鮮なはずのトマトも大根も収穫してから少なくとも1週間は経っている。君は何も分かっておらんな。我が栄商グループは保冷車や保冷庫など完璧な輸送システムを持っておる。産地から保冷車で野菜を集め、配送センターにも巨大な保冷庫がある。そうやって産地からこの売り場に運ぶまで一切鮮度が落ちないようになっておるんだ。あれで新鮮だと言うんですか。あんな野菜を並べて自慢してるようじゃ栄商グループもたかが知れてる。何を。社長、おやめください。なめるな若造。わしは貧乏のどん底からここまで這い上がってきた男だ。貴様ごとき若造に名を名乗れ。どこのたわけもんだ。東西新聞山岡四郎。くそ、東西新聞か。よし、ただでは済まさんからな。北山社長を怒らせるとは。東西さんも困ったことになるぜ。山岡君、栄商グループは東西新聞にとって大事な広告主なんだぞ。グループ全体で去年の出稿料は100億を超えた。
それが今後東西新聞には一切広告を出さないと言ってきたんだ。それだけじゃない。百貨店協会や広告代理店にまで圧力をかけ、他の広告まで差し止められるようになったら、それこそどうすん。そうなったら我が社は潰れる。新聞社の収入の半分以上は広告料だということ知らんのか。たくもうやっとやる気になったと思ったらこの始末でして、本当に。山岡君、どうしてこういうことになったのかね。説明したまえ。これであの男の無能さが分かったろう。どうやら東西新聞は赤恥をかかずに済んだようだな。得意げに食通ぶりおって、あんな奴が食い物の記事を書こうなどと滑稽千番だ。なんとかお答えしろ山岡。究極のメニューを作ってあの男貝原雄山をひれ伏させるためには、たとえ相手が栄翔グループでも俺自身食い物の味にこだわり通さなきゃならないんです。それにしたって、めでたいオープニングの日に板山社長を怒らせなくても。常務広告部長、どうかお許しください。山岡はここ数日なんやかやとありまして、きっと頭がボケておるんです。はい。今さら俺をどうこうしたところで収まりはつかんでしょ。なんだ、まるで人事みたいに。君は何も反省しとらんのか。こら待ちたまえ。栗田君、待ってください山岡さん。山岡さん待って。山岡さん待ってください。山岡さん。はい、これよ。これは栄翔グループの板山社長に関するファイルを見せてくれって山岡さん。板山修司、栃木県佐野の生まれ。やっぱり板山社長の故郷を訪ねるのね。そうや、修二の家はひどい貧乏でな。あの頃はみんなそうじゃったが、特にあの修二ときたらしょっちゅううちの畑にキュウリやトマトを盗みに入るんで、わしらとっ捕まえたらドエつけてやったもんだ。板山さんがいくつぐらいの時ですか？そりゃもうこんなちんちゃい時だ。ろくに飯も食わせてもらえねえでひもじかったんだろう。小学校さ出たらすぐに奉公さ出されちまってよ。わしらもなんか寂しいような物足りないような気がしてんの。いや、あの修二が今じゃ東京一のデパートの大将だなんて、まあえれえ出世したもんだ。栗田君、栗田君、栗田君はいないのか。あ、はい。山岡はどうした。まだ来ていないんですか。そういえば今日はまだ見かけませんが。ああ、まさか辞める気じゃないでしょうな。わかりませんよ。何。昨日みたいに偉い人たちからあんなにガンガン言われたら、私だったら辞めちゃうな。そんな。今やつに辞められたら究極のメニュー作りはどうなるんですか。
知りません。でも山岡さんがいなけりゃ究極のメニュー作りなんてとてもできっこないでしょうね。あの企画がもしポシャったりしたら車種になんて言い訳したらいいのかもう。栗田君、とにかく山岡を探してきたまえ。急いでよ。はい、わかりました。山岡さん、やっぱり来た。思った通り。山岡さん。お前か。山岡さん、一体何をするつもりなの？お前のせいで東西新聞社は大きな痛手を被ったはずだ。この板山を怒らせたらどうなるか分かったろう。あんたが金も力もない一匹狼だった頃、巨大な金の力と権力を振り回して得意になっている人間に対してどんな気持ちを抱いていたか覚えていますか？何だと若造、何が言いたいんだ。言ってみろ。何も言いたくない。ただあんたに野菜の池作りをご馳走したいんだ。君、社長は大忙しいんだ。そんなものに付き合ってる暇はない。待て、野菜の池作りだと。どういうことだ。魚の池作りならわかるが。このトマト、本当に美味しそうに熟してる。でも一体これをどうするつもりかしら。どうぞ食べてください。ふざけるな。忙しいわしをこんなとこまで連れ出しといてトマトを食わせるだけだったのか。この香りは。そのままどうぞ。ここの野菜はどれも無農薬です。この香り、昔のトマトはみんなこの香りがしたんだ。懐かしい味でしょう。子供の頃を思い出しませんか？ここでトマト食ってんの誰だ。母ちゃん、今日こそ逃がさねえからな。
時はトマトもうまかったがげんこつも痛かったな。しかしそれにも増してひもじかった。あの男は？はい。どうぞ。大根の池作りです。うまい。この甘み、歯触り、このすがすがしさ、鮮烈な香り。昔の大根もこんな味だったよ。板山さん、お宅のトマトはまだ青くて熟してない時にもいだものです。長い流通経路を経て店頭に並んだ時に赤くなるように。色こそ赤いが畑で完熟したわけじゃない。途中の倉庫で赤くなっただけだから、旨味も香りも出るはずがない。野菜は土から抜けば死ぬんです。お宅の大根は泥もきれいに洗ってありました。魚で言えば干からびたも同然。なるほど、その通りだ。野菜も魚と同様生きているんだからな。そうか、そうだ。感謝するぞ。大儲けのヒントをつかませてもらった。急いで帰るぞ。栄翔グループの全店長と役員を至急集めろ。緊急会議だ。山岡さん。さあ朝掘った大根だよ。泥がまだついてるんだ。鮮度が違うよ。見事でしょう。畑で完熟したトマトを今朝もいできたんだよ。取れたての大根の池作りだ。どうだい、お刺身みたいでしょ。いやー、山岡君のおかげで生鮮食品コーナーは大当たりだよ。こちらこそ広告入稿がどっと増えて広告部は狂気しておりますです。はい、やればできるもんですな。技術革新で形だけは新鮮さを保っていても本当の味を失っていたんだ。これからは流通業界の誇りにかけても日本中から産地直送で本物の味をお届けしますよ。楽しみだわ。おお、山岡君見てくれたかね、この生鮮食品は。まだ何か？いや、上の地下1階には日本各地の名物名産の店が並んでいますが、駅の土産物売り場をただ大きくしたようで何の目新しさも感じられません。山岡、言葉を慎め。駅の土産売り場などと。山岡君、来てくれ。どうしたらいい？おい、店長とフロア責任者を呼べ。かしこまりました。昨日よりいつ
私たち財界で食通としても有名な黒田社長に招かれて島味の池作りをごちそうになったの。ところが男の子の「美味しくないよ」っていう言葉に黒田社長が激怒してしまって、おまけに山岡さんがまた余計な一言。この子の言う通りだ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ生きた魚」お楽しみに。